ダイハツムーブ。乗って感じた小さな長所短所一つ目。当たり前だと思っていたハンドルロック。本当にないのか試してみました。じゃあ続きまして、運転席周り上げていきます。で、一つはね、ハンドルロックについて。これね、意外なんですけれども、ハンドルロックがついてないという話なんですね。ハンドルロックって今エンジン切れています。この状態で少し回すとね、カチャーンってこれがロックされて、盗難防止とかにね、効いてくる機能のことです。で、それがこのムーブはないということなんで、ちょっと試してみたいなと思います。じゃあ自分の中入りますね。で、今エンジン切れた状態です。間違いなくエンジン切れています。音もしないですしね。じゃあこれでハンドル回してみます。はい。さすがに重いですけど、回っちゃいますね。普通はこれぐらいで、ハンドルロックされるんですけれども、すごく、久々にやる。ロックされないです。何か意図があるというかね、もうこれは関係ないといったところなんですかね、最近はね。といったところです。地上時に感じた小さな長所短所、いわゆる小ネタです。車は2025年登録のムーブ NA エンジン搭載車で中間グレードです。お値段は149万円。乗ってみれば欲張りすぎて中途半端とも感じるものの、それこそがムーブの狙いでしょっていう感じです。では日常で気になる細部の長所短所、どういった点が挙げられるのか、良いも悪いもミックスしての15箇所、順不動で始めていきます。では戻って長所短所2つ目。安価なディスプレイオーディオでもボイスコマンダーがついていました。ダイハツのボイスコマンダーをちょっと試してみます。このナビゲーションは、これはナビではなくてディスプレイオーディオなんですね。で、これがついた状態で、今日の車にはこれボイスコマンダーもスイッチがありました。で、ヘイトヨタとかヘイダイハツって声をかけるわけではなくて、これを押して発話します。もうすぐです。エアコンの温度を上げて。温度25度にします。はい。もうほんとね、余計な会話はなくて、決まったコマンドを言って答えてくれるような感じです。会話するような楽しみはないですけれども、レスポンスすごくいいですね。もう一回やってみますね。AC をオンにして。エアコンスイッチをオンします。曇り止めとかね、夏場暑い時、手元でスイッチ探るよりはこっちの方が早くて、しかも確実、安全じゃないかなっていう感じです。で、このシステムのいいところは、命令がね、ここに出てくるところをですね、おすすめとか、エアコン操作とかね。もう一度お願いします。そんなに機能が多いわけではないですけれども、素早くできるというのがね、いいところです。で、これナビついていないので、ちょっと自宅へ帰るやってみましょうか。自宅に帰る。音声を聞き取れませんでした。もう一度お願いします。やっぱり無理でしたね。今、Android Auto 使ってスマホには繋いでいないので、やっぱりその案内も、この状態だとできないような感じですかね。ちなみに、現状ですと、ラジオとテレビ、Bluetooth ってありますけれども、音楽関係とか映像関係、AV 関係といったところですね。あと、パッと見た感じ、Android Auto と Apple CarPlay が使えるといった感じになってますね。自分のスマホ、Android なので、ここ光っています。次は、ドリンクホルダーと着座間の関係。そして、車内全体のドリンクホルダーまで続けていきます。お次は、ドリンクホルダーに関して。リアのドリンクホルダーね、作りは、相変わらずの感じですけれども、だんだんね、進化しているというのを感じます。まずね、さすがにスライドドアっていうのは、ドアの内側、本当に余裕がないです。開けた時にボディとピッチリ。で、その代わりに、こういった車ですと、このリアの、リアクォーターパネルの内張りのところにドリンクホルダーが来る。これね、当たり前です。で、肘とドリンクの関係についてちょっと述べさせてください。まずドリンクが何もないときは、肘ね、ここに、逃がせます。ゆったりしてますよね。ちなみにこれがなかった頃の軽自動車は、こうなっていて、かなり横幅、外側の手がね、きつかったです。今はドリンクなければ余裕。で、肘も置けるようにくぼみになってると思うんですね。で、その次に出てきたのが、ドリンクを置くと肘のやり場がなくなるといった感じになっていきました。
で、その世代の軽自動車ですと、ドリンク置くとね、こうなるんで、なかなかきついですね。で、最近の車。これ単にムーブに限ったことじゃないんですけれども、ドリンクの後ろ側にもスペースが用意されていて、ここに肘が逃がせます。こんな感じね。ここ、ちょっとね、少し世代の古い車をお乗りになられている方は、ちょっと見てみると面白いです。このムーブとか最近の世代の車は、ここにドリンクを置いて、かつこの後ろに肘が逃せる。こんな作りになっていて、シートが一番後ろにある状態と仮定すれば、そこに限れば、全体こんな感じでね、両方が同時に、使える、置けるといった感じに、なります。じゃあ続きましては、ごめんなさい。じゃあドリンクホルダーの話を補足していきます。2点3点ね。まず一つ。自分たちがよくやるのが、シートバックポケットにドリンクを入れること。これ、キャップがついたペットボトルに限られますけれども、なんだかんだ言ってね、一番使いやすい。ただ、このムーブの場合は、運転席の後ろにはシートバックポケットはないです。次ちょっと運転席側回りますね。はい、出ます。結構ね、背が低いと言っても全然普通に出やすいですね。足元もかなりフラットですし。じゃあ続きましては、運転席側。助手席側も一緒です。背の高いのと背がちょっと低いドリンクを置いています。まず、すごく使いやすい運転席の脇の、ドリンクホルダー。ただここは、コンビニコーヒーとか置くのにちょうどよくてね。この背の高いペットボトルですと、かなり不安定です。ストッパーみたいなものがないのと、わりかし太めに作られている。そうですね。ちょっとこっち入れてみましょうか。このちょっと背が低いペットボトルでしたら、あんまりそんなことはない。カチャカチャ言わなかったです。でもこれだと、まだ試してないんですけれどもね、結構カチャカチャいきそうな不安があります。で、このタイプはドアになりますね。ちょうどいいです。すごくしっくりきますね。太すぎず狭すぎず、ある程度保持してくれる。そんな感じです。小さな長所短所を5つ目。音に関する部分を挙げます。続きましては、バックチャイムとウインカー音、それからバックカメラについてちょっと一言触れていきます。まずは、バックチャイムを鳴らします。ハザードをつけます。今、同時には鳴ってくれていなくて、ハザードの音は消えています。P に戻しました。ハザードの音を収録します。バックチャイムを鳴らします。続きましてはこのままウインカーを鳴らします。今両方同時に鳴ってくれています。これはリッチな作りですね。自分はこの方が使いやすくていいと思います。続きましてはラゲッジ周り。荷物はリアシート足元に積んだ方が便利だと思いますので、とりあえず見てください。じゃあ続きまして、ラゲッジ周りでいきます。ムーブね、やっぱりちょっとラゲッジ周りはスーパーハイト系と比べてちょっと割り切られてるのを感じますから、それがどんなところかっていうのをちょっとね、上げていきます。一つは、ラゲッジ側からシート、リアシートの前後ができないです。ここについているレバーはシートバックの角度調整だけです。なので、必要な時はね、前に回って前後しなければならない。これはありますね。で、あと一つ長所でもあって短所でもあるのが、シートバックが小さい。これによって座るとね、自分の体型でここより肩が出ちゃうんですね。で、ヘッドレストも伸ばさないと座りにくいというのはありますけれども、ラゲッジ側からこれを動かすことを考えたら、コンパクトなのがね、いい面として生きていきます。ちょっと倒しますね。寝かすとこんな感じ。で、この状態で簡単にこっち側から引くことができます。いちいちリアシート側に回らなくても、ちょっと手を伸ばしてね、これを戻すことができる。これが便利ですね。ちなみにリアシートは今一番後ろの状態です、こっち側が。で、こっち側は、一番前に出ています。で、スーパーの標準的なカゴがこの状態で、縦に詰める感じ。横はね、こうして2個行ってみてもね、やっぱりシートをちょっと少しは前に出さないときつい感じになります。
なので、2個積むような状況はね、そんなないんでしょうけれどもね、もしこのカゴで買い物カゴとして家まで持っていくとかされている方は、ちょっとシートはね、前目にセットしてって感じがよろしいかなと思います。では次、小さな長所短所7個目。悪名高きダイハツのウインカーレバー。中心に戻っちゃう仕様は変わらずとしても、改良はされているよっていう話です。では、ウインカーレバーにつきまして、ダイハツのウインカーレバーね、この操作間でいろいろと、賛否両論あるというか厳しい意見が多く出回るような感じです。で、このムーブはどうかと言いますと、やっぱりダイハツらしいものです。ただ、基本は一緒でも、タッチはね、いろいろあるのを、体感しています。自分が感じたのはこのムーブを含めて3タイプ。で、まずね、ワンタッチウインカーがこんな感じ。で、実際に出すとこんな感じでね、自分思うのは、ここで、節度感があまりに弱くて、ここで節度感が一緒だったから、いろいろ難しいなと、出したか出さないか分かんないなっていうのがね、ありました。やっぱり、タントとかだとね、最近の2025年式もそのような感じでした。で、このムーブの感じで言いますと、節度感がそんなに強くはない。でもここであります。コクッとね、来るところがまず指で感じられる。それから、反力が強まりましたね。最初の動かすところが結構重いぐらい反力があって、ぐっと力を入れないと、ね、出ない感じです。で、もう慣れの領域かなと、ここまで来ればね。で、自分がよくダイハツ車乗る中でも、ちょっと慣れないのはね、この部分です。今出しますね。で、出してる状態で切ります。で、ハンドルをここから戻すと、ウインカー消えるわけなんですけれども、カチッとも言わないんですね。いつの間にか消えてる感じ。これは、なんか電子音でもいいのでね、少しコツッと出してくれたら、どうなんでしょう。普段ダイハツ車乗らない方でも馴染みやすくて文句減るんじゃないかなっていう気がします。続きましては、バックモニターのフレームレート。これが低く感じられました。平たく言えば、コマ数の少ないパラパラ漫画みたいな印象。じゃあ、あと続きましては、バックカメラについて。バックカメラの映り方が、ちょっとね、コマ数が少ないんですね。コマ数というのは1秒間に何コマ更新されるかというところで、パソコンのモニターとかグラフィックボードですと、FPS なんて言われるようなね、ところです。で、カメラとモニターの都合があるとして、普通のものが1秒間に30コマとか60コマ動くとしたら、もう少し少ないような感じでカクカクした感じです。画面がね、大きいので目立っちゃうのもありますけれども、自分後ろに行きますね。カメラさんに運転席に来てもらって、撮影してもらって、自分がバックカメラ、後ろに回ります。映像にすると、カメラのフレームレートで処理されますから、違いは出にくかったです。ただ、やっぱりね、あることはありますので、ムーブを試乗される際には気にしてみてください。そうしましたら、小さな長所短所9個目。スライドドアだけど、リアシートに過度な期待はしないでねっていう話です。リアシートで一つ二つ上げていきます。まずね、自分が座ってる状態。これ自分のドラポジですと、シート一番後ろに来るんですね。で、一番後ろです。そして、リアシートは一番前に来ています。これはちょっとね、ラゲッジの荷物の都合がありまして、広いシーンはね、広いよってシーンはどこでも取り上げられていますので、荷物満杯にして、運転席でゆったりドラポジを取った時にリアシートどうなるか。こんな感じです。別に広くはないですけれどもね、座れないことはないぐらいの感じです。ただこの辺空いちゃうし、そんな快適ではないって言った話です。それぐらいです。で、このムーブはキャンバスと近い関係の車ですけれども、キャンバスにあったこの下のポケットがないです。で、あと、ごめんなさい。キャンバスの時にね、忘れちゃったんですけれども、シートバックが小さいです。ムーブは、ハイト系のスライドドア車として、リアシートもいいように作られてると思われますが、そこまで過度の期待はしない方がいいぐらいな感じで、ちょっと割り切られています。その一つが乗り心地。
フロントに対してリアの方が硬くてね、リアは少しゴツゴツ感とか跳ねる感じが強いです。少しではないね。明確にフロントのシートの方が快適です。で、あと、シートバック。今自分が座って、ヘッドレストを伸ばしました。シートバックは一番角度が立っています。この状態で目いっぱい深く腰掛けていますね。こうしますと、シートバックより肩が出ちゃいます。このあたりがね、シートバック大きいとか余裕があって座れる車と比較すると、ちょっと背もたれ小さいかなと。5センチぐらい出てるかな。で、あとシートのヘッドレストは、乗るたびに伸ばした方がいいです。やっぱりシート後ろ下げますと、頭すごいね、リアシートに近くなりますから、首とかね、いろんな、いざという時の安全性考えると、そうなります。で、ちなみにずっと伸ばしっぱなしでもいいんですけれども、そうするとね、リアの視界がかなり遮られちゃいますのでね、やっぱり、どっちにしても、これ伸び縮みさせなきゃいけないのかなといった次第です。では、長所短所10個目。使いやすい位置にあるであろう360度モニターのスイッチ。360度モニターのスイッチの位置について。この車はないんですけれども、360度モニターがついている車ですと、ここにスイッチが来るそうです。このあたりは、ちょっとね、この前、タントファンクロス乗った時の映像がありますので、それを出します。すごくね、便利です。必要な時にささっと押せる。手元を見なくても押せる、すごくいい位置でした。お次は、メインメーターの液晶表示部について。このムーブが4つグレードある中で、下2つはね、このタイプになります。すごくシンプルな感じ。で、上級タイプになりますと、グラフィカルな液晶メーターが、モニター、それがここに入ってくる形と考えられます。で、このタイプは、まずタコメーターがないというのが一つ。多くの方にはね、関係ないところですけれどもね。で、あとは、このタイプのメーターだけかちょっとわかんないですけれども、プッシュ式のボタンになっています。オドトリップ、それから燃費系の施設なんかも、これを使う感じです。ここハンドルの中手入れるのはね、ちょっと危ないんで、これは避けた方がいいです。ただこの車の場合、こっちから手を回すことも普通にできますし、あと時計です。で、そうですね。場合によっては困るかもしれないのが、燃費系とオドトリップが同時に見れないことです。今 20.7 って出てるのが平均燃費。で、あとはこれが順送りしかいかないでね、こうやって押していくことになります。表示内容多いんで結構大変です。ここからいきますね。トリップ A、トリップ B、平均燃費、航続可能距離、外気温、で、アイドルストップ時間。で、これは走行時間かな ?4 時間35分って出ています。で、液晶のこの明るさ、メーターの明るさです。で、オドメーター。現在までの車の総走行距離になります。で、ようやく A に戻ってくる。なので、10回ぐらい押して一巡するような感じなのでね、結構これ、順送りだけというので、同時に距離と燃費系が見れないといったところがあります。気にされるんでしたら、もう一個グレードを上げて、G 以上がよろしいんじゃないかなっていうところです。次いきます。12個目はカタログ燃費の不思議、カタログ燃費、これについてあれって思うところがあるのでちょっと述べさせてください。まずタンとキャンバス、ムーブを比較します。で、この3台がカタログ燃費が違うんですね。まず一番条件がいいと思われるムーブが 22.6 キロ、タント、これが 22.7 キロ、キャンバスが 22.9 キロになります。すべて NA の対応するようなグレードでの、燃費です。ここで一番条件がいいと思われるのはムーブなんですね。車重が一番軽いです。ムーブ860キロ。で、キャンバス870キロ。で、タントが880キロとなっています。で、繰り返しますが、その3台の中で一番燃費のカタログ数値が低いのがムーブになります。このあたりなんでかなっていうところなんですけれども、
空気抵抗とかね、車重のこと考えても、ムーブが一番良くてもおかしくない。ただ、そうなっていないので、想像しますと、エンジンとか CVT のセッティングのところ、それから、排ガス規制とかの部分でね、新しく出てきたムーブが、ちょっとその辺で基準が変わってる可能性があるといったところを想像できます。で、乗った感じで言いますと、このムーブがね、一番燃費を優先しているだろうなっていう雰囲気の振動とか音を出すところがあってね。疑問は疑問のままで、どうでもいいような小ネタでした。続きまして、軽自動車にしては開口部の狭いフロントシートのドアについて。お次は、フロントドアの開口の角度。これが、この方のムーブでは90度開かないといったところで、ちょっと一つ取り上げさせてください。もうほんとね、多くの方にとってはどうでもいいところなんですけれどもね。実際、このくらい開きます。今上から撮ってもらってて、90度と言いますと、このくらいですね。そこまでは開かないけれども、十分開くといったところが自分の思うところ。ただ、こういうのもね、もっとより開くのが必要な方もいらっしゃいまして、例えばそれはちょっと体が不自由ですとか、乗り降りしづらい方ですとかね、そういった方は、あるかもしれないです。参考までに NBOX カスタムで開けてみたシーンです。ドアの開口部、これの素晴らしさ。ここまで開きます。さあ、ここまで開く必要はあるのかといったところですけれども、インパクトありますね。もう本当にね、きっちり90度。普通に使う分にはこれでもう助手席閉めるのに結構手がいっぱいいっぱいぐらいになります。ちょっとこっち回ってみてもらえますか。で、自分助手席に座り込んだ状態で今一番開いています。座った状態で手が届かないところまで開きますので、実際の使用上は十分ではないのかと。ちなみに結構ね、体を伸ばせばこれで手が届きます。90度だともっと先まで行く感じになりますからね。そんな感じです。小さな長所短所14個目。ドアロック連動の QL リッド。ワンプッシュで開きますから、レバー操作が不要です。つまり、レバーの位置を覚える必要がない。たまに動かす車としてもすごく良いです。15個目はめちゃくちゃ重要なボディ見切りと車両間隔の取りやすさについて。ムーブは独特の A ピラー形状から不安も大きかったのですが、どう感じたかご覧ください。じゃあ続きましてはボディ見切りの話。これちょっとね、このムーブでポイントになるようなところなので、このまま車内にいる状態で話していきたいなと思います。まずね、すごく気楽、等身大と感じられるのは、このミラーとかルーフの付け根、このあたりがね、手が届く距離です。タントとかだとね、もうすごい先の方に来ていて、やっぱり車大きさ感じますし、開放感とのね、表裏、そういったところなので、どっちがいいかということではなくて、このムーブのポイントとして、前高が低いどうこうよりも、まずこういうのがね、手が届く距離にいろいろあって、で、見て視覚的にも安心感につながる。それはね、いいかなと思います。あと、両側の A ピラー。このピラーね、ここ特徴的な形をしています。上が狭くて下が広くなるようなガラスで2本スポークのタイプ。で、結構寝ている。そんな感じでね、このムーブの一つの特徴だと思います。で、これ乗る前は結構心配でした。不安だったっていうのかな。邪魔にならないとか、車幅感覚を取るのにね、感覚取りにくいんじゃないかななんて不安もありました。でも実際乗ってみたら全然そんなことなくてね、すごくいいです。というのもこうやって座った時に、斜め前の多くのよくあるコーナーで見たい位置にピラーが来ない。つまり右コーナーとかでね、これが邪魔になりにくいといったところが一つの理由です。上がこう寝ていることで避けてるっていうのもあるんでしょうかね。本当は近くて立ってる方がいいとしても、この状態で他のスライドドアとかのダイヤ車、あとタフトとかと比べた時に、このムーブはね、この辺運転の邪魔になりにくいというのを感じています。で、前はですね、前は覗き込んでもそんなに見えないです。もう少しボンネットが見えるだけ。そのような感じです。この小さな長所短所シリーズは多くのモデルで連載しています。再生リストがあるので、ぜひ他のも見てみてください。では冒頭のハンドルロックが省かれている理由の推測。
1つ目、メーカーのイボミライザーへの過信。現代の車は電子的な ID 照合、いわゆるイモビライザーが盗難防止の主役です。法規上、何らかの盗難防止装置があれば、物理的なロックというのは必須ではありません。しかし、イモビライザーが簡単に破られることをユーザーは知っています。2つ目、電動ステアリングロックのコスト回避。高級車ってエンジンのオンオフに連動してカチッと電動でロックをかけます。専用のアクチュエーターが用意されていて、で、ピンがね、ポンと出るような形。で、軽自動車でさすがにそれは無理として、でも古いメカニカルロックは廃止したい。一方で、電動ロックは高コスト。なんていうね、せめぎ合い。その結果、ロックそのものを廃止しちゃうという器用すぎる選択という可能性が考えられます。3つ目、1円1グラムを削る執念。ハンドルを固定するための強固な金属ピン、そしてそれを受け止めるシャフト側の加工。これらを廃止すれば確実にコストと重量が削れます。そう、重量というのもね、大事なところ。軽自動車をばらしてメンテしてわかるのは、数百グラムがバカにできないということです。重要部分、足回りとかエンジン周りとかの大事な部分がね、わずか数キログラムでできている設計には、ほんとびっくりさせられます。ムーブの走る部分に関しては別動画で取り上げていきます。今後は感じた特徴をひとまとめにした総合レビューをアップする予定です。物選びって車に限らず違いがわかると楽しいです。こういうところを意識したらこういった特徴が感じられる。ひいては買い物が楽しくなるよって発想は常に忘れないようにしています。いいねボタンをサクッと押して最後まで見たよと教えていただけると嬉しいです。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。